次はこう配慮心、こう人を配慮するところなんだけど、そう配慮できるところなんだけど、こう例えば小さい例から挙げると、なんかバレンタイン一緒に同棲しだして、バレンタインの時にさ、私がなんかチョコ作るっつってさとみのボールとか使って、チョコ作ったじゃん。キット買った時、そうそうそう。でその時にこう私がなんかボールなんか焦がしてて、直接火に当ててもそうそうそう、それしかないよ。そうでそれで焦がしてて、でもそれなんか普通に落ちるって思ってたから、でそれで焦がしてて普通にさとみにチョコあげて、でさとみが普通になんか喜んでくれたんだけど、でそっからなんか別に何も言わなかったじゃん、私に。何も言わなかったんだけど、なんか後からなんかボールなんかチョコをこう溶かす時に直接当てたって聞かれて、でなんかそうするとなんか焦げるからって説明されて、なんかすごい恥ずかしくって、なんで説明したの？なんかね、説明するしかなかったから説明したんだよね。なんかやってたんだ。そう、なんかやるときに説明してくれて、だから後からこう文句みたいに言ったんじゃなくって、でなんかそうやって説明してくれて、だからもう当日でもなかった。だからなんか結構経った後に、でそれですごい恥ずかしくなって、でさとみってなんかもうお菓子作りとか好きだから、そういうもう器具とかなんかすごいもう揃えてるじゃん。でそれで私がそれを壊したのと一緒なのになんかそこをこう言わないで、こうなんだろう、私知らないからってなんかそこをこう配慮してくれて、何も言わないでそっとしておくところもうなんかすごい、この人すごいいい人だなって思ったし、あとなんだろうね、こうどうでもいいことなんだけど、なんかさとみと最初に付き合って、私はケーキを一切食べない人だったじゃん。だから、これも前話したかもしれないんだけど、多分話したと思うんだけど、ケーキを食べない人だから、本当に日本に初めて行って、なんかコンビニのなんかデザートでもなんか美味しくってびっくりしたぐらい。美味しいよ。そうそう。美味しいよ。だったから、さとみとなんかこう最初に付き合って、さとみがケーキ好きだからって、なんか私ここも美味しいんだよみたいな感じで、ただのもうチェーンのケーキとか買ってあげたりしたのに、さとみはそれも美味しいっつってなんか普通に食べてくれたじゃない。なのに後からこうデートを重ねるにつれて、なんかすごいもうおしゃれな、もうめっちゃいいケーキ屋とかなんか連れてってもらえて、でそうだよね、この人が私よりなんかそりゃもっと知ってるよねってなって、なのになんかそういうもうただのもうチェーンのケーキとかもなんか美味しく食べてくれて、なんか優しいんだなって思ったのもあるのよ。なんかそれを配慮って思うかどうかだけど、配慮、そのボールを配慮でしかないじゃん。壊した件配慮でしかないじゃん。なんか別に言う必要ない。いやだからそこがこう配慮がすごいできる面かな、危ないかもしれないから、なんかそのうち例えば焦がしてる場面直接見たら止めたかもしれないけど、別になんかそれほどのことじゃない、だからそういうところが好きだし、あとこうなんか何よりこう私にだけ配慮するんじゃなくて、他の人にもなんか配慮するところを見て、この人は本当に配慮深いんだなって、すごいもう人としていい人なんだなって思ったんだけど、こう韓国行った時もそうだしさ、なんか人、例えばなんか女の人とかおばあちゃんとかがこう荷物運んでたりしたらこう持とうとしたりさ、あとこう席譲ろうとしたり、なんかあとあれ私がよく言う、こうなんか歩いててなんかゴミとか出たらなんか自分がもらおうとするじゃない。私は韓国でなんか手伝ったの誰か、だからなんかそういうのもあるし、だからそういうのがあれば、そういうのを見かければ必ずなんか手伝うイメージもあるし、私そうだから韓国行くとなんかその、キャディバッグとかなんか手伝ってくれるなんか女の人とか覚えてた。でもさとみもそうしてる。そうし、あとこうゴミとか持ってくれるのに、それをそれもなんかすごい配慮だなって思ったんだけど、なんでいつもそうやってゴミとかなんか持ってくれようとするのみたいな感じで私が聞いた時に言ったのが、自分がなんか手にごちゃごちゃ持てるのがなんか嫌いだからって答えたじゃん、だからその答えがすごいもう印象的で、普通だったらなんか自分が嫌いだったらわざと相手のためにそうしないのに、
なんか里見ってそう自分が嫌いだからなんか相手も嫌いだろうって思ってこうやってくれようとするところがなんかすごいもう人間性、まあ、人間として素晴らしいかなって思って、だからなんか常にこう人の気持ちとか気持ちだけじゃないけど、まあ、人を常にこうちゃんと見てる、心からなんかちゃんと見てるところがあって、だからまあ最初まあ里見多分覚えてないって言ってたけど、なんか最初メールする時も私がなんかこうまあ韓国人で大学はなんかちょっと有名なとこ行っててみたいな感じで行った時に、まあ里見が本当に唯一頭いいんだねとかエリートなんだねとかじゃなくて、まあ唯一まあ頑張ったんだねって、すごい努力したんだねって言ってくれて、まあそういうところが全部こう常に人を思うって感じだったのかなって。だって母国語じゃない言葉でなんか試験受けるって考えられないもん。だって母国語でも点数取れないもん私すごいの、なんかもう想像できるその範囲を超えてる感じだったからね。だからそれを一般人はただ頭いいんだねとか、あめっちゃなんかもう主催なんだねみたいな感じで流す、けど里見はそれがなかった。まあでもネウヤンだけじゃなくてもその小学校の時からさもう結構こう私立の中学校行こうとしても、学校終わったらすぐ塾行って頑張ってる子とかまあ見てるから、でもその子たちももともとまあ賢いのかもしれないけど、努力はしてたから本人たちだからまあ、まあ見てるからね、そんなにビョルがまあ常にまあ向上心がある。でなんか常に上を見ていて、まあっていうその意味は自分より例えば職場でも、まあ、職場が分かりやすいからだけど、自分よりちょっと仕事ができないとか覚えるのが遅いとかっていう人を見下したりバカにしたりしてその自分の能力を上げるんじゃなくって、夜がいつも見てるのは例えばもうすっごいベテランのマネージャーとかでも判断力もあるっていうそういう仕事ができる人と、まあ自分をまあ比べて劣等感を持つとかじゃなくてもっとこういう人みたいになりたいとか、やっぱそういう姿勢、やっぱりなんだろうこう社会の仕組み的にもう自分が上の立場になったらもう下の人をこう見下したりとかもう圧力をかけてやっぱりこう自分が上に上がったってやっぱ実感する人とかもすごい見てるから、やっぱり本当の意味で常にこう上の人を見て、まあ、向上しようとしてる姿はやっぱりかっこいいって、まあ、本当に尊敬できるなって思ったかなでそれがしかもすごいのが一つの分野じゃなくてもどんな分野においてもなんかなんだろう、しかもどんな分野においてもその仕事とかでの習得とか要領を得るのは早いんだけどビュルってなんかそれでもやっぱりこう学ぶスピードって人それぞれだしって感じでまあだから逆に言えば私に対してもまあ別に里見ってこういう条件だからすぐできなくて仕方ないよって感じで、まあなんだろうね、だからまあそういう意味でこう自分の基準をしっかり持ってる人だなっていうところかな。ちょっとまとまらない価値観が合うところやっぱり一番、なんかまあこれが、まあ、一番大きいっちゃ大きい、じゃん。それが大きい、もうこの価値観が合うことによってもう本当にもうこの人じゃないとダメっていうのがあるぐらいのものなんだけど、やっぱり道徳的な面と倫理的な面がまずすごい合ってるのかなって。男女平等に関する問題とか出てなんか男でもこうなんだよねとか言うとしても、実際日常生活で罪のない男たちをこうけなしたり叩いたりすることはもう一切ないじゃん、うちらは。ただもう罪がある人に関してこう訴える感じなだけで、だからそういう面がさやっぱり区別できない人たち多いじゃない。まあさじ加減がまあ合ってるよね。そうそうそう、だからもうそういうのがもうとっても合ってるし、まああとこう人間として本当にもう基本的ななんか道徳心に関して、例えばこう
まあ里美の性格ともつながるんだけど、里美ってすごいもう誠実でロイヤルなイメージだから、まあ働くってなっても多分こうボスがすごいもういい人だとしたら、まあその職場で働いててすごいもう尽くすような、絶対裏切らない、本当にもうワンちゃんみたいな感じで、まあでもその職場だけじゃなくて人にも常になんかもう友達でも恋人でもとってもなんか誠実なイメージがあって、まあ、だからこそこう他のまあ自分が成長したその環境と関係なしに、なんて言うんだろう、こう浮気とかなんかそういう道徳的な面ですごいもうちゃんとしてるかな、だからまあなんだろう、普通、まあ、平均がこれぐらいだったら、まあ、それぐらいになってもまあ平均って感じなんだけど、里見ってこうそういう環境だったのにちゃんと自分の芯を保ってて、そういう自分の道徳心とかをこう常に持ってたっていうか、だからそういうのがすごい素晴らしいなって思って、だからこういうまあこういうことを言っていいのかわかんないんだけど、なんか私がこうこの前のその例のあのストーカー女の件で、ストーカーソシオパス女の件で、まあサイコパス、まあどっちでもいいんだけど、まあとにかくその女の件でこうやっぱりすごい精神的に追い込まれて、まあ未遂まで行った時にこう毎日お見舞いに来てくれたじゃない。あとその時はもう PTSD だって知らなかったから、まあ里見って、まあ私からもそうだし、里見本人も多分そうだっただろうし、なんか相手のことを多分もっと好きって思ってたわけじゃん。なのにそれなのにもかかわらず、だからもう PTSD だから余計なんか自分のなんかこう自我とかこう崩壊してたと思うのに、なのにもかかわらずすごい道徳的には私たちが間違ってるんだからみたいな、相手の女にも里見本人にも私たちがもう間違ってるんだから、もう私たちが謝らなきゃいけないみたいな感じで言ってて、で普通の人はそうやって新しい相手ができたとしたらもう相手の女をすごいかばうはず、なのにもう客観的に見て、もう第三者からしてもう倫理的に間違ってるのはもううちらだし、加害者もうちらなんだからって言って相手の女にもなんかもう謝ろうみたいな感じでこう言ってくれてるのを見て、なんか多分私この人多分一生忘れられないなって、多分もう本当にもう余裕でもう10年ぐらいも引きずることができるだろうなって思ってたかな。まあそれ、まあ PTSD の話はまあちょっと長くなっちゃうけど、まあなんか難しいけどね、そこに言うのが。じゃあそれ、いや PTSD っていうことでまあ自分の人格とかその道徳心は本当はこうなのに、PTSD のせいでまあ違うことをしたって、全部そこのせいにしていいのか、まあ自分の人格とかそういう深層心理の中にそういう自分も実はもう生まれつきいたんじゃないかとかっていうのがあるから、まあ、ちょっと私の口からはまあ多分今後いろいろ話すことになるとは思うけど、その辺についてはでもまあ今後ね、改めてもっと詳しく言うとは思うんだけど、やっぱり本人がそういうちょっと浮気とかするようなナルシーな面を持ってるとしたら、もう私がそうなんじゃないってこう心配で言った時にそれを利用するじゃん。そうだよね、私そうだからみたいな、だから仕方ないよねみたいな感じなんだけど、だからもう基本そういう人たちって自分のことを疑わないんだけど、里見ってやっぱり常に自分のことを疑ってて、だからもう自分からは言えないみたいな感じで常に言ってたじゃない。なんかそういうまあ実際も心理カウンセリングとかも受けてて、そのカウンセラーもそういう離人症とかが一番心配って言ったのに、それでも里見はいやでもまあやってしまったことはまあ浮気だしみたいな、それをちょっと病気のせいにしたらもう自分が言い訳してるみたいだしみたいな感じでやっぱり言ってたから、だからこそ余計
この人みたいになんか素晴らしい人多分出会えないし、もうこの人じゃないと多分ダメだろうなって余計思うことはあった。そこまでこう自我が完全にもう崩壊してる状況で、そこまでこう道徳心保ててて、まだこう客観的にこう私のためになんかちょっとでも謝罪してくれようとしたりするところが、やっぱり本来の里見があるべき姿じゃないかなって私は思っている。まあいろんなものがまあ混ざってるかなっていう気はするし、まあ、すっごいポジティブに言えばまあ芯が強く残ってたって言えるのかもしれないけど、まあ難しいよねなんか、